皆様本日はですね、じゃん、これコストコの赤身 100% ビーフですね。こちらを使ってハンバーグ、愛されハンバーグ、再びですよ、もっと愛されハンバーグ作ります。で、今回付け合わせは前回と同じようにこちらのじゃがいもとインゲンで、ソースに玉ねぎ、しめじ、マッシュルームで、今回ちょっと新玉で小ぶりだったんで、まあ一つはソース用のやつに使って、1個はこれはみじん切りにしてお肉の中に入れたいと思います。じゃあまずブンブンチョッパーからいっていきます。じゃあブンブンしていきます。こんな感じ、ブンブンチョッパーで、今回1個だけ前回とねやり方少し変えようかなっていうのがあって、それがこちらの種を作る時ですね。まずこちら牛肉、冷たいね。今回これで今800ぐらいはあるかな。こちらの牛肉で手の温度とかでも油は溶けてっちゃうんですけど、そこまでね気にしなくても大丈夫です。で、最初のこの段階で前回はこのひき肉にもどんどん具材を入れていって最後混ぜたと思うんですけど、最初まず牛肉とこちらのお塩だけで軽く揉み込んでおきます。この段階で最初にね揉み込んでおくと結構しっとりと仕上がるので、はい、じゃあいきます。冷てー。あと前回と違うのはあれだね、前回は豚肉入ってるひき肉だったんだけど、今回は牛 100% ですね。じゃあ最初にまずこちら先ほどみたいに牛肉だけお塩で揉み込んで、ちょっとだけ粘り気が出るぐらいまで揉み込んであげてください。それくらいで大丈夫です。はい、そしたら先ほどの玉ねぎ、新玉使ってるんでね甘みは強いですね。そしたらお次、生パン粉を大さじ3杯ちょっとこのブンブンチョッパーの中でやります。ここに牛乳 150cc、 牛乳150で、しっかりしっかりパン粉に牛乳吸わしてから、じゃあ全部入れていきます。で、ここに生卵1個つなぎです。パン粉と卵はつなぎ。ここに生ニンニクをちょっと大さじ1/2ほどお願いします。手がね OK、 はい、ありがとうございます。胡椒少々と、本当に買ってよかったね、この胡椒。めっちゃいい香りが本当に違うもん。で、最初ねお肉にもちょっと入れてるんだけど、改めてお塩少々。もうこれやってるだけでなんか高級な料理できてる感じあるよね。ある。あと下がちょっと光るじゃん、なんかプロっぽいだよねで、最後こちらナツメグ、こちらお好みの量ですね。たっぷりめに今回5振りぐらい入れました。こちらよく混ぜ合わせます。で、僕は結構ね種多めに作って冷凍してそのまま保存して食べたい時に焼くって感じが多いんで、多めに作ってても全然1個ずつ成形した後にラップでくるんどけば全然大丈夫なんで。じゃあこんな感じでハンバーグの種は完成。じゃあちょっと付け合わせのね準備します。で、じゃがいもこちら水洗いした後芽は取っております。こんな感じでね、こちらを4等分厚切りのフライドポテトぐらいにカットして、そしたらカットしたじゃがいもをジップロックコンテナとかに入れて、ふんわりとラップをしてレンジで5分チンしておきます。600ワットですね。こちらのインゲンは最初に塩茹で軽くねしとこうと思ってるので、お湯を作っておいて、そこにお塩を小さじ1杯ぐらい入れて軽く下茹でしておきます。ほんと 2,3 分ぐらいでいいです。で、その後放置して、最後これもちょっとだけ焼き色をつけようかなと思う。おっと待って、じゃがいも1個ですね。じゃあ最後ソースのところの具材ですね。まず玉ねぎ、しめじはそのままで大丈夫なので、最後マッシュルーム、僕はいつもこれ1/2でカットするんですけれども、薄切りでもいいですよ。で、これは目立つ汚れとかをキッチンペーパーとかで拭いてあげるだけで大丈夫です。そしたらこちらを1/2にカット。ではこちらハンバーグにしていきたいと思います。
でもともとまあ約800ぐらいだったんだけど、いろいろ調味料とか調味料も含めて入れて約1キロぐらいあるんで、今回5個分ぐらい作ろうかなと思います。ハンバーグで、僕はちょっと大きいのが好きなんでね、大きめに作ります。でそうこうしてる間にじゃがいももチンが終わったので、こちらまだラップつけたままで放置して余熱で火通していきます。ハンバーグ作ります。今食べる分だったら大きめでいいんだけど、冷凍するんだったらあんまり分厚いのだと次ね食べて解凍する時とかが大変なので、冷凍用のはそこまで分厚くしない方がいいと思います。たっぷり、多分これ200ぐらいあるね。はい、まず空気抜きます。まあ10回ぐらいやったら、あとはちょっと俵っぽい感じにして、で表面をね少し滑らかにしてあげといた方がいいですね。でコボコしてるとそこの隙間から肉汁出てくるんでね。今この段階でやってもあんまり意味ないかもしれないんだけど、焼く寸前とかはこの丸くしたらこの中心部分だけちょっと押し込んであげてね。お肉最終的に膨らむんで、真ん中の部分ちょっと潰してあげて火の通りを良くします。これくらいハンバーグでは、フライパンにサラダ油を少々くっつかないようにね。で基本的にはもう最初結構強火でしっかり焼き色つけたら、あとは弱火でお水入れて蒸し焼きにするので、じゃあ真ん中をへこました肉入れていきます。今回でもいつもよりやっぱね白っぽくないね。豚肉入ってなくて赤身が強い感じ。いいね。本当にね、もうつなぎも何もなしで赤肉だけでやったらすごいもう肉々しいハンバーグになるんだけど、逆にちょっと柔らかさはなくなるから、ハンバーガーとかのパティにはすごいいいと思う。はい、じゃあ2つ目もよっと。で今強火の状態にしてるので、こちらでちょっと焼き色つけていきます。はい、でまあ今強火で約1分ぐらいやったんで、ちょっとひっくり返してみます。よいしょ。うい最高ですね。ちょっと見て、びっくりドンキー。今の焼き色マジで完璧なびっくりドンキー。うまそう。いいですね。じゃあもう裏面も1分間ほど加熱したら、次はお水を入れて蒸し焼きにしていきます。もう1分ほど経ったので、もう一回ひっくり返して、で弱火にしたらここにお水大さじ3杯と赤ワイン大さじ1杯で、この肉汁を使ってタレを作るんで、ここの段階でね少し香り付けもしとこうかなと。はい、そしたら一番弱火にして、この状態で蓋をして約まあ 6,7 分ですね蒸し焼きにしていきます。では6分経ったのでちょっと一旦ひっくり返します。ああもう最高だ。で本当はあんまりしたくないんだけど、中の様子見ます。よいしょ。はい、これで今わかるかな、透明な肉汁が出てるんですけれども、そしたらピンクのやつだったらまだね中が生なんだけど、こうなったらできてるので、とりあえずハンバーグ完成。ではソース作っていきます。こちらまあちょっと肉汁がだいぶ減っちゃったけど、ここに 10g ほど入れてちょっと溶かします。先ほどの玉ねぎ、しめじ、マッシュルーム、今玉ねぎから水分出るんで、これをまず適度に炒めていきます。あと一応横でバター溶かしつつ、チンしたじゃがいも入れていきます。バターでね。で一応チンした段階でねもう軽く中まで火が入ってるんで、表面を焼き色つけていく感じですね。マッシュルームたちに火が入ったら赤ワイン大さじ2杯、これで火じゃないアルコールを飛ばしつつ炒めていきます。では赤ワインのアルコールが飛んだら、まずケチャップ大さじ6杯ほど、ウスターソース大さじ2杯、はい、でケチャップ大さじ6とウスターソース大さじ2入れたら、これは混ぜ合わせていきます。でじゃがいもはいい感じに火が入って全面的に焦げ色がついたら、ここにインゲンも入れておきます。で付け合わせの野菜はこちらで火が入れば完成。はい、ソースもいい感じになったので、最後ここにハンバーグ戻して、ここにバター 20g バター入れて、でこのバターが溶けて、このソースとバターが馴染んで、
ハンバーグに絡まったら赤身 100% ハンバーグ、愛されハンバーグですね、完成。じゃあ実際盛り付けて食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。コーンスープもあるから最高です。裏ごししてるから、これあ、そうなの？書いてた。ありがとうございます。僕はしてないです。じゃあいいっすか？どうぞ。多分ね、前回より肉々しいとは思うんだよね。なるほどね。100% だもんね。いただきます。うまい。すごい。俺もちょっとわ、やっぱうまい。いただきます。これなんだろう、いやもちろんさ、ビッグボーイのさハンバーグも好きだし、ドンキびっくりドンキのハンバーグも好きなんだけど、やっぱりこのね、こうちゃんのね、このハンバーグもめっちゃ大好き。ほんと全然違うよね、全部ね、うまい。感じで言ったら本当にビッグボーイとビックリドンキーの間だよ。あとね、本当に作っていただいた方にも結構絶賛だったんだけど、これね、ハンバーグのね、このソース、これがね、本当にね、これだけでご飯食べられるぐらい、あと美味しくね、野菜も食べられるぐらいソースがうまいんですよ。これちっちゃい子も好きだと。絶対好き。でも肉汁はすごいね。噛んだらすごい出てきた今。ほんと肉々しいね、前回より肉食べてるなっていう感じがして、すごい美味しい。本当前回よりもビッグボーイに寄ってるよね、ね、肉感が。いや、これはね、またね、本当に去年作ってもらったものだから、こうちゃんが、知らない人もね、たくさんいると思うんだよね、今見てくださってる方で。そういう方にもね、ぜひね、気になったら作ってもらいたいなっていう、より愛されハンバーグになってほしいなっていう、簡単だからね、言うてハンバーグって結構。じゃがいもうまい。多分こうちゃんのハンバーグ本当に簡単で美味しいレベルの頂点に達すると思うよ。だって玉ねぎをさ炒めるっていう作業がないっていうのすごいいいじゃん。楽ちん。全然本当にね、玉ねぎは炒めなくて大丈夫だよ。全然美味しい。ということで、本日はですね、もう一度作ってみたシリーズの愛されハンバーグをこうちゃんにね、作っていただいたんですけども、やっぱね、このハンバーグはね、本当に家庭で食べるハンバーグの中で本当最高に美味しいね、ハンバーグになってるし、あと何よりにやっぱ簡単にね、こうちゃんがね、作ってくれてるんで、そういうとこも含めてね、真似しやすいし、お子さんに喜んでいただけるハンバーグでもあると思うんで、ぜひね、またね、よりたくさんの方にね、作ってもいただきたいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。